ですか？何か思い出しましたか？背後から衝撃を受けて気を失っていた。と。なるほど。いい分析ですね。及第点です。目上を呼び捨てとは感心しませんね。しかも、私はセブンクラウンズ。普通はもっと敬意を持って叱るべきですよ。はあ、どうやら誤解をしているようですね。あなたが拉致されたのは事実ですが、私はそれを助けに来たのですよ。感謝されこそすれ、罵られるような覚えはありませんね。さて、こうして私が助けに来たことで、当面の危機的状況は去りましたが、このような場所にいるということは、まだ安全とは言えませんね。あなたをここへと拉致したのは、おそらくは手だれの諜報員でしょう。必要な情報を得たから解放されたのか、あるいはここからさらに泳がせてそれ以上の情報を得ようとしているのか。はあ、お待ちなさい。考えなしに動くものではありません。よく知っている、慣れた場所だからということで油断をしていませんか？一流の諜報員というのはそういう油断をついてきます。それを踏まえた上でしっかりと考えなさい。さあ、これからどう動きますか？そうですね。まずはここからの脱出が必要でしょう。しかし、このまま何も手を打たねば、尾行やその他の手段で自宅のようなプライベート空間への侵食を許してしまいます。とはいえ、あなたはまだまだ素人。仕方がありません。尾行の有無に関しては、私が一緒に行って調べてあげましょう。対尾行訓練は、非常に専門性の高い技術ですからね。一朝一夕で身につくものではありません。さあ、私と共にどう脱出します？案を出しなさい。失礼ですね。私ならここからの脱出プランなど30は作成できます。ですが、この場所についてはあなたの方がよく知っているでしょ。それに、こういうことはこれからもしばしば起きるでしょう。自分の力で脱出できるように今のうちからやっておくべきだからです。別に考えるのがめんどくさいとか、あなたを研究するための材料にするわけではありませんよ。いわば教育のためです。ほう、私に学生服を着ろと？それで周囲の生徒たちに擬態しようというのですね。なるほど。作戦としては及第点ですね。乗ってあげましょう。何ですか？その表情は。全くもって愚問と言わざるを得ませんね。私も所属は公安の身です。当然、専門の訓練も受けていますし、変装など日常茶飯事ですよ。学生服以上に恥ずべき服装をしたことも。いえ、今はその話は関係ありませんね。とにかく、この仕事において、そのような感情が介入する余地はありません。それで、その制服はどこで入手するのですか？まさか無策で案を出したわけではないでしょうね。ほう、掃除の時に美術準備室に制服があるのを見つけた？なるほど。モデルの着替え用に。いいですね。常日頃から周囲を注意深く観察していると、こういう時に役に立ちます。幸い、美術準備室は近くのようですね。では、早速向かいましょう。
何をしているのです？入りますよ。どうしました？あなたも来るのですよ。私から離れてはいけません。サイズは良さそうですね。ここからは移動に関してはこちらの指示に従ってもらいます。可能な限り尾行されにくいルートを通って。聞いていますか？何ですかその物言いは。変装はあなたが言い出したことでしょ。まったく女性の着替えはそう簡単にできるものではないのですよ。あとはカバーストーリーはどうします？おや、わかりませんか？カバーストーリーとは簡単に言えば変装後の人物像の設定ですね。名前、年齢、性別、職業。何も考えないままでいると行動と発言に矛盾が発生しますからね。なのであらかじめどういう人物なのかを決めておくのです。例えば同級生と出くわした時に同学年だと答えてしまえば共通の友人を探そうとしてくるでしょう。そうなると偽装も発覚しやすい。あら？いえ、裾が少しほつれていたので、いい機会だから直しておきましょう。違和感は少しでも減らしておくものです。さて、それよりも私の話は終わっていませんよ。怪しまれないためにはどうすればいいか。こういう時は違う学年ということにしておけば共通の友人関係からの発覚はしづらくなります。学年が違えば知らない人間の方が多いですからね。どうですか？カバーストーリーというのがどれほど重要なものか理解しましたか？はあ？私が後輩ですか？私があなたの？先輩というのは尊敬される立場ですよ。あなたにはその器がありますか？その点私なら完璧でしょう。いいですか？カバーストーリーにおいて本人とかけ離れた人物像を設定してしまうとそれだけボロが出やすくなってしまいます。実際の事象を可能な限り残し置き換えは最低限にするのが鉄則です。勉強になりましたか？さて、着替え終わりましたが、おっと、困りましたね。足をくじいてしまいました。これでは自分の足では歩けません。そういうわけですので手を貸しなさい。まさかこのような場所に一人置いていくわけがありませんよね。こういう場合どうすればよいです？そうですね。肩を貸すには慎重さがあり、かといっておんぶなどはスカートの相手には不向き。これなら9大点、いえ合格点をあげましょう。どうしました？この私に褒められているんです。もっと喜んでも良いのですよ。待ちなさい。右は人の気配。ここからはこうして私が腕を引きますのでその方向に曲がりなさい。いいですね。ほら、急ぎすぎると怪しまれますよ。もっと落ち着いて進みなさい。これは挟まれましたね。では人数の少ない方へ。お前何やってんの？抱っこ？てか誰？どういう関係？あれ、もしかして君の同クラ？参ったな。こんにちは。
ちょっと足くじいちゃって後輩に運んでもらってるんだ。おお、こんにちは。怪我してんすね。てか先輩？そうだけど、もしかして小さいのに年上なのとか思ってる？いやいやいや、そんなこと思ってないっすよ。美人を抱っこしてるとか羨ましいなって思って。こいついつも誰かしら美人といること多いんで。へえ、そうなんだ。いやいやいや、先輩も美人っすから。あれ、でもなんかどこかで見たような。それは同じ学校だもん。見たことあるのは当たり前じゃない？いや、そうじゃなくて。もしかしてこないだネットの授業やってた人？確か写し。そう、それそれ。まったく何を。その人私の親戚なんだよね。そんなに似てるかな。確かおばあちゃんの双子の姉のお孫さんとかで、こないだの授業もそのつてでやってくれたんだって。あんまり会ったことないけど結構気さくでいい人みたいだよ。へえ、そうなんすね。確かに顔は似てるけど話し方とか全然違いますもんね。でもそんな有名人が身内にいたら大変なんじゃ。いたたた。怪我してたんすよね。引き止めてすみません。こっちこそごめんね。またお話ししよう。おっす、お大事に。ちゃんと保健室連れてけよな。何ですかその顔は。慣れの問題ですよ。言ったでしょ、諜報員にはこのようなことは日常茶飯事だと。それにしても先ほどの発言は何ですか？まるで私の正体を明かすような真似を。これはあなたを助けるための作戦行動ですよ。自分の立場をよく考えるように。いいですね。では早く学校を出ましょう。このまままっすぐ進みなさい。では私は着替えてきますので、ここで少し待っていなさい。動くな。まったく、なんとうかつな。K レポートナンバー1、2000勤務中の覚書としてここに記す。本日我が部署に新人が配属された。自分にとっては初の部下となる。自分より年下の女性ということだったが、第一印象は年齢不詳だ。幼く見えるが立ち居振る舞いからは年齢以上の落ち着きを感じさせる。おっと、このような表現はコンプライアンス的には良くないな。勤務中表に出さないように留意する。ただ我が部署に来るくらいだ。書類上の表記は信頼できないし、それは自分も同じことだ。驚くべきは試験の成績だ。筆記は全て満点。実技に関しても戦闘周り以外は完璧で、特に電子関係は試験官が評価不能とするほどらしい。だが一点、性格的な適性に関しては疑問を呈さざるを得ない。特定政党や思想への変更はないものの、本人の持つ哲学として
世界は能力のある者によって管理されるべきらしい。これは明らかに独裁者の思考だ。国家の下僕たる我が部署にはふさわしくない。チームワークの問題もある。自分の名前は発音しにくいだろうと思い、先輩と呼んでも良いと言ったのだが、必要に車崎主任と呼ぶ。素直ではないのか、単に自分が嫌われているのだろうか。職務上対象者に嫌悪されぬよう好印象を与える訓練はしてきたつもりだが、自分もまだまだのようだ。より一層の訓練が必要だな。初日の業務は研修の最終確認としての実地訓練だった。尾行に関しては素人らしく、体の使い方が拙い部分も多いが、どうしてか視界の把握や視線の誘導には光るものを感じる。何でも VR のゲームでの経験らしい。彼女が果たして我が部署のメンバーとして使い物になるのか、あるいは自分たちの抱える獅子心中の虫となるのか。なぜかは分からないが、無性に気になってしまう。これからしっかりと見極めなくてはならない。どうしました？なるほど。このアバターが気になると。いいでしょう。ここに込めた意匠とモチーフについて、妖精学の基礎からじっくりと教えてあげましょう。このアバターだった頃、どんな私だったか？別に、大して変わりはしませんよ。私は常に強く、そして正しい人間のままですので。もし、私があなたに出会うのがもう少し早く、プリンセスナイトを選ぶ前に出会っていたとしても、私があなたを選ぶことはなかったでしょう。以前のあなたはただの学生でしたから。ですが今は、様々な偶然が重なって生まれた特異点のようなもの。あの頃とは、比ぶべくもない存在。ここまで育つことができたのは私の教育あってこそ。もちろんあなたのことですから感謝の気持ちを忘れるような不義理はしないでしょ。まったく。私が離れた途端にこれですか。まるでダメですね。ええ、ダメでしたね。勘違いしているようですが、我々はあなたを拉致したつもりも、これから拉致する予定もありません。これはあくまで訓練です。とはいえ、
結果は惨憺たるものですが、いいですか？この先あなたの存在がセブンクラウンズ以外のもの、政府やその他の組織に知られるかもしれません。そうなれば可能な限り迅速に逃走偽装をする必要があります。その仮想敵として私が猟犬役をやっていたのですが、追い立てるまでもなく捕獲できてしまうとは。何を言おうと敵は待ってはくれません。油断しているあなたが悪いのですよ。とにかく素人ということを差し置いても危機感がなさすぎる。プリンセスナイトがいかに希少な存在で狙われやすいか、しっかりと理解してもらう必要がありますね。技術よりもまず心構えからですね。まったく情けない。これからはその性根からしっかりと鍛えてあげます。己の身を守るためにちゃんとついてくるように。来た来た。はい、とりあえずお疲れ様。大丈夫大丈夫。バグったとかそんなんじゃないから。ここはいつもの場所で、さっきまでのもいつもと同じ夢みたいなものよ。ちょっと順番が前後しちゃったけどね。なんでこんなタイミングかってのはまあ起きたらわかるわ。それじゃ頑張りなさい。バイバーイ。ほう、今のを避けますか。意識を失っていた直後にしてはなかなかいい反応ですね。それはこちらのセリフです。訓練中に急に眠ったかと思えば、何ですかその言い草は。あなたへの授業は久しぶりだというのに、私が見ていない間に随分と不真面目になってしまったようですね。何を言おうと敵は待ってはくれません。思い出しましたか？そうです。今は護身術の授業中ですよ。それにしてもひどいものですね。基本が全くなっていません。まあ私が教えたわけではないので仕方がないですが、そう簡単なものではないのですよ。分別を知らずに力を手に入れるのは危険なことですから。先に力を与えてしまった場合、私が取り込みにくく、ではなく他のセブンクラウンズにでも丸め込まれて暴走していたかもしれませんからね。一種の安全策ですよ。そのために私がじっくりと常識を教えてあげたのですから。もちろん感謝はしていますよね。よろしい。あの頃は居眠りなどせず真面目だったのに、一体誰の影響を受けたのやら。おや、まだ当たりませんか。ならばこれはどうですか。何です？別に八つ当たりなどしていませんよ。これはただの教育です。私からの愛の鞭とでも思いなさい。それにしても動きは無茶苦茶ではあるものの、本当に避けるのだけはうまいですね。もちろん手加減はしているのですが、まあいいでしょう。基本は終了ということにして次のプログラムに移行しましょうか。これは買わせますか。ナンバーズ・アバロン。ほう、必中の権能はないとはいえかわしましたか。
さすがに見覚えがありすぎたようですね。必殺技を気取っていますが、基本的には並外れた当て感のただの剣撃です。距離を取ってしまえばどうとでも、前回の事件のようなことがまたいつあるとも限りませんからね。それにクリスであれば特に理由もなく攻撃してくることもあるでしょう。そんなことはない。私には挨拶代わりに攻撃してきたこともありましたが、彼女も少しは丸くなっているということでしょうか。まあクリス対策はこんなものでしょう。では次はオブジェクトクリエーション。おや、これも避けますか。万物の生成といえば聞こえはいいですが、まあ基本的にはただの視覚からの攻撃です。殺傷力の低さが実に明ららしい。相手への気遣いのつもりかもしれませんが、それを可能にするのは絶対的な実力差だけ。実に残酷な行為です。おっと、こんな話は今はどうでもいいですね。そうです、これは地形に擬態した分身からのオールレンジ攻撃。よく見破りましたね。では次はこちらを。波動転生滅光。おや、これも当たりませんか。実のところただ眩しいだけの高威力魔法攻撃ですからね。どういう攻撃か分かっていれば避けるのもたやすいでしょう。恐れるべきは視界外からの長距離狙撃ですが、それも発射口ですぐに察知できます。さて、さすがのあなたも気がついたようですね。そうです、権能などなくても彼女たちの技を真似るなど私には造作もありません。なぜならば私が彼女たちの情報を持っているから。あなたが先ほどの攻撃をかわせたのもその技を見たことがあるから。そうです、情報とは力なのです。おや、自覚はしていませんか。では教えてあげましょう。あなたが私の攻撃を避けられたのは私から目を離さなかったからです。情報を得る第一歩はやはり視覚。相手から目を離さないのはあなたの数少ない美点です。これからも何があっても敵からは目を離さないこと。いいですね。ふむ。そうですね。いい機会ですから聞いておきましょう。今まで一番苦戦したのは誰でしたか。ふむ。あれは野放しの肉食獣のようなものですからね。興味を持たれるといつ何をしてくるか。昔から感情優先の刹那的な部分は本当に子供のようでしたから。それゆえに嘘がないのは事実ではありますが、常に警戒させられるこちらの身にもなってほしいものです。いかに注意を引かないかを心がけると良いでしょう。ほう、戦いにくいのは私ですか。なるほど、いい着眼点ですね。無論恩人である私に剣を向けたくないという気持ちもあるでしょう。教育の甲斐がありましたね。とはいえその弱点はこれから致命的になるかもしれません。少し早いですが次のステップに移りましょうか。私があなたの情報を持っているように、あなたも私の情報をある程度は持っているでしょ。ではそれが通じないのであればどうします？そうです、あなたにはこれから私の奥の手から逃げ延びる訓練をしてもらいます。とはいえ本気を出してしまうと
あなたを壊してしまうかもしれません。グレゴールは使わないでいてあげましょう。ええ、そうですよ。グレゴールが今のグレゴールになる経緯は話すと長くなるのですが、今はそれどころではありませんからね。では始めましょう。簡単に倒れてはいけませんよ。これくらいでいいでしょう。いい経験になりましたね。これほどの訓練ができるのは私くらいのものですよ。いい教師に巡り会えたことに感謝しておくように。私も久々にこの姿で暴れ、もとい、授業できて楽しかったですよ。ネネカ様、ここにおられましたか。まさき、ちょうど訓練も終わったところです。戻ってきたということは、情報は集め終えたのですね。はい、ネネカ様のおっしゃった通りの場所に、まさにテストの山が当たったというところですね。おや、勘だとでも言いたいのですか。ただの情報分析ですよ。まったくあなたともあろうものが。これは失言を。申し訳ございません。まあいいでしょう。では作戦を開始します。何をぼーっとしているのです。行きますよ。今回の作戦にはあなたも参加するのですから。そのための訓練ですよ。ほう、この短時間で訓練まで完遂するとは、さすがは我が主。準備は万全といったところですね。では向かいましょう、敵のところへ。K レポートナンバー2。勤務中の覚書としてここに記す。九段の新人だが、その言動は体現相互というわけではなかったらしい。実際教官たちも舌を巻くほどの速度で知識と技術を吸収している。今日の実地訓練では尾行をしていた自分を振り切ったばかりか、こちらを逆に監視していたという。これに関しては全く自分の訓練不足であり、恥じるばかりである。そのことで家内の話題は彼女のことで持ちきりだったが、当の本人は持ち上げる周囲をたしなめるでもなく受け入れている。しかしその様は浮かれて調子に乗っているものではない。その評価をごく自然なものだと思っているようだ。どういう境遇で育てばあのように称賛になれきり、しかもどこか空いたような態度になるのか。そして不思議なのは周囲のあの持ち上げようだ。周りの者たちは彼女のことを聞き覚えのない名称で呼んでいた。確かメタモル・レグナントと。その名と彼女の入省前の経歴についてさらなる調査が必要だろう。どの姿のグレゴールも同一の個体です。これまでのすべての記憶を引き継いだ私が最も信頼するサポート役。あなたはそれを超えられますか？
発端は先日の事件です。これにより発生した混乱はまだ完全に収束はしていません。私は各地に分身を配置し、日々情報収集を行っています。分身とはいえ、与えている任務に合わせて能力の調整をしているので、基本的には分け与えた私の権能の大きさにより、その強さが決まります。個体によっては、本体である私とほぼ同等の権能を与えたものも。さて、そんな本物の私と分身の違いとは何か、わかりますか？ええ、その通りです。本物としての最新の記憶を持っているものが本物の私です。分身にも作戦行動と再統合をスムーズに行うために記憶を与えてはいますが、それはあくまで簡易的なもの。とはいえ、その本物の記憶という定義も実際はあやふやなもの。情報量を比較すればその差は明確ですが、主観からでは気づかないこともあるでしょう。ですので、分身たちには自分たちが分身であるというタグ、目印を埋め込んで管理していたのですが、先日の事件でそれが外れてしまいました。そう、今回の作戦目標は私の分身。自分自身を本物だと思い反旗を翻した愚かな存在です。まったく、あなたは本当に甘い。まあいいでしょう。説得で管理下に戻るならよし、そうでないならあとはわかりますね。見えてきました。あちらの城です。あれは、なるほど。では作戦はプラン C でいきます。あとは手はず通りに。はっ。では行ってまいります。しばしのお待ちを。何をしているのです？進みますよ。あなたにとって私の姿の敵と戦うのは心苦しいことかもしれませんが、さっきの訓練を思い出してきちんと立ち向かうのですよ。どうしました？なるほど。情報の大切さは理解しているようですね。ですが、それだけではまだ半分。敵に情報を与える前に動くことも大切です。情報を集めているのはこちらだけではありません。私はこの建築物の構造は知っていますから、先に動くこともできる。つまり、先手を取ることも可能になります。ネネカ様、ここにおられましたか。この先はこのようにね。ネネカ様、これは。私が正樹に与えた指令はプラン C。 開戦するまで合流するなです。まんまと釣られてくれたようですね。おのれ。こうして仕掛けてきたということは、話し合いの余地はありません。覚悟を決めなさい。本物ならば私の指示に背いてここに来ることなどありませんし、何より喜んで撃たれるでしょう。さて、もう探り合いの時間は終わっていますよ。さっさと始めましょう。
そうですね。これ以上は時間の無駄ですから。しかし拍子抜けしました。思っていた以上に愚かな選択をしましたね。一応そう思った理由を聞いておきましょうか。一つ目は無策でこの場所に踏み込んだこと。遠距離から攻撃なり、地形ごと飲み込む罠を仕掛けるなり、対処の仕方はいくつかあったと思いますが、二つ目は正樹の不在。他の能力はともかく盾としては優秀ですからね。壁となる者がいなければ物量の前にはなす術はないでしょう。三つ目は彼を連れてきたこと。この場においては切り札ではなく弱点にしかなりません。そういえば彼に対して教師を気取っていましたね。どうですか？勉強になりましたか？なるほど、よくわかりました。あなたが何も分かっていないことが。もしその理由が正しいと思っているのでしたら、実際に試してみなさい。そうさせてもらいましょう。行きますよ。単調ですね。これでは目をつぶっていてもかわせますよ。この物量で傷一つついていない。一体なぜ？単純に情報処理能力の不足ですよ。これだけの量の分身を扱うには相応のリソースが必要になります。それが足りないばかりに、ただ突っ込んできて腕を振るだけ、そんなものに当たるわけがないでしょ。あなたになくて私にあるもの、その差がわかりますか？そんなもの、私とあなたに差などあるはずがないでしょう。おや、簡単な質問だと思ったのですが、あなたにはわかりますか？正解です。何もしていないように見えるかもしれませんが、常に私の情報処理のサポートをしてくれているのです。それでは答え合わせといきましょうか。愚かなる分身とその薄っぺらい仮説の一つ目に関しての間違いは明らかですね。無策ではありません。策が不要なだけです。そもそもの目的があなたの回収だというのに、消し飛ばしてしまっては意味がないでしょ。とはいえ、ここから逃げることもできないでしょ。いつまでも持ちこたえることはできませんよ。このままの状況が維持できると？もしかしてまだ気がついていないのですか？何を言って。これは一体、まさかデカダントライト。二つ目に関しても間違いですね。まさきは私にとっては盾ではありません。その本質は敵を撃つ剣だからこそ、今の私は守りと分身たちの操作にリソースを割ける。本当にあなたは何も分かっていないのですね。あまりに情報が古く、分析能力が低い。さあ、今のうちに離脱しますよ。振り返ってはいけません。全力で。
私だけを見てついてきなさい。何を言っているのです？私はあなたの先生ですよ。今しか離脱のチャンスはありません。私を信じて。はあ、まったく浅ましくて見ていられませんね。真の教育とは生徒に信じてもらうようなものではありません。どの口が。3つ目に関してはブラフでしょうか。彼を足手まといと言いながら、その実最も恐れているどこかへ連れて行き、自分だけ教科をもらおうとでも思っていましたか？残念ですね。私と彼を引き離すことなど不可能です。さて、あらかたの分身たちは無力化しました。あとは核であるあなただけです。この程度であれば回収する必要もありませんね。消し飛ばしてしまいましょうか。あら、グレゴールあなたも我慢の限界のようですね。かつて私も圧倒的な火力で全てを蹂躙することが力だと思っていました。しかしそれではあの天才たちの中で埋もれてしまう。だからこそ私は私だけの力を追求しました。成長と適応です。マルチタスクと観察、分析という自分の得意分野から導き出されたコピーと分身たち。それが私の強さですが、少しだけあの頃に戻るのも悪くありません。あなたにだけ見せてあげましょう。むやみな万能感にあふれたあの頃の私の真の力を。さあ、手を。準備はできました。さあ、格の違いを見せてあげましょう。何をするのかと思えば、そんな過去の姿、そんな使い古した旧式のアバターで最新の私に勝てるとでも？いいでしょう。相手をしてあげます。最高の、最新の、最強の私たちで。ミラーミラー。どうしました？そんな旧式でこの攻撃をかわせますか？インスタンスジェム。当たりませんよ。その技は相手を動かしてその先に置くように使うものです。逃げるのだけは達者ですね。ならばこれはどうです？ニューイヤープリズム。その古臭いアバターごと消し去ってあげましょう。シークレットフロート。新しいから強いとでも考えているようですが、見当外れも甚だしいですね。あなたたちの姿はあくまで私の適応による結果。今この状況であればこの姿こそが最適なのです。その証拠に気づいているのでしょう。私の技は基本的に周囲をサポートするためのものですからね。現にあなたたちは攻撃の種類が少なく攻めあぐねている。強がっても無駄ですよ。あなた一人に火力などこの程度で十分です。サチュレイトレイ。狙いが甘い。全然使いこなせていませんね。私の姿をしていながら全く嘆かわしい。それはそちらも同じでしょう。まだまだ行きますよ。
K レポートナンバー3 2000勤務中の覚書としてここに記すセブンクラウンズ。彼女を調査している中で知った集団だ。関係としては組織ではなく、天才的な才能を持つ研究者たちの集まりだという。政府機関が学者に協力を要請する事例は多々あるが、その場合は専門分野での参画であり、こうして諜報員としての研修を受けることなどありえない。人事院へのハッキング調査で得られたのは、彼女の正式な立場は職員ではなく外部委託の技術顧問だということと、近い将来彼女は自分の部下ではなく上司になるということだった。その密約の証拠を手に彼女を問い詰めた自分に向けられたのは、ごまかしの嘘でも忠告でもなく、どうやってこの情報にたどり着いたのかという質問だった。敵意の全くない業務上の質問をするかのような態度に毒気を抜かれ、素直に情報ソースを明かしたところ、この組織にそこまで調べられる人材がいるとは思わなかったと、やや毒を含んだ称賛をされてしまった。その上で彼女がしてきた提案に自分はめまいを覚えざるを得なかった。彼女がしてきた提案とは、今すぐ彼女の配下となり政府の情報を流す二重スパイになれというものだったからだ。女子くんはふむ、あなたもアバターチェンジをしてみたいと。ではいずれ私がデザインをしてあげましょう。この私にふさわしい姿でしっかりと働くのですよ。おや、昔の私を少し知ったくらいで分け知り顔ですか？ですが、この程度で私の全てを理解したと思わないように。学ぶものはたくさんあります。私のことも、それ以外も。今日は随分と質問が多いですね。私たちの昔話など、どこが面白いのやら。セブンクラウンズの秘密を探って何か企んでいるのですか？そうでしたね。あなたには思い出すべき過去はもう。わかりました。いいでしょう。あなたにだけはもう少し深くまで開示してあげましょう。私のルーツの一端を。これであなたと私は運命共同体。もう逃げられませんよ。なぜ当たらないのです。
あのふざけたクリスティーナのように避けてばかり。頃合いですね。いい判断です。さあ出番ですよ、グレゴール。いつの間に。ティルナノーグ。そんな、まさかただの一撃でなんて威力。何ですかその顔は。あの忌々しいマナにでもなったつもりですか。ですがそんな強すぎる火力ならば簡単には扱えないでしょう。まあ過剰な火力なのは確かですね。だからこそ。まさき。普段使いの暴力としてはこちらの方が適しているのですよ。これが適応というものです。わかりましたか。ネネカ様のプリンセスナイトマサキ、ただいま推算いたしました。そのお姿ということはやはりこちらが分身であっていますよね。本物のネネカ様なら私の攻撃になど当たるはずがない。その通りです。ですが私が想定していたよりも時間がかかりましたね。申し訳ございません。想定よりも数が多く手間取ってしまいました。まあいいでしょう。途中でやられるなどとは思っていませんので。まるであのいけすかないアキラのようですね。セブンクラウンズの誇りはないのですか。愚問ですね。セブンクラウンズがわざわざ自らの手を汚す必要などありません。諦めなさい。こちらには本物のセブンクラウンズとプリンセスナイトが2人もいるのですからさて勝負ありといったところですが、この状況から気をつけるべきことは分かりますか。命乞いでしょうか。ネネカ様のお姿で頼まれれば私ならば見逃してしまうかもしれません。はあ、つまらない冗談ですね。私が命乞いなどするわけがないでしょう。あなたはどうですか。正解です。私のことをよく理解していますね。その場合の対処はグレゴール、待ちなさい。このような場所でそんな攻撃をしては。総員対衝撃姿勢。細胞の一辺すら焼き尽くします。光に抱かれ消えなさい。ティルナノーム。K レポートナンバー4 2000勤務中の覚書としてここに記す。今日は業務の一環として彼女の開発しているという VR ゲームにアクセスをした。正直あれが現実ではないという事実に驚いている。だがあの場で起こっていた事象は現実では起こり得ないことばかりだ。あまりにリアルな世界。アストルムと呼ばれたその VR 空間を作るのは超 AI であるらしい。この処理能力と演算力こそがその AI を作った彼女たちセブンクラウンズの才能を知らしめていると言っていいだろう。そして何よりその世界での彼女は
まさに神に等しい存在だった。妖精の姿で圧倒的な破壊を行ったかと思えば、人工知能の人物たちを作り出していくその姿に自分は目を奪われていった。世界は能力のある者によって管理されるべき。これまでは実現不可能な妄想だと思っていた言葉だが、この AI があれば可能かもしれない。いや、彼女ならきっと実現してしまうだろう。ならば自分も見てみたいと思った。彼女の実現する世界にこそ自分の求める正義が存在するのだ。自分はそこで自らの正義を実現したい。自分はアストルムの地で騎士の忠誠を誓った。プリンセスナイト車崎正樹として、メタモル・レグナント写しみネネカ様へと。だってさ、結構な量があったわね。これ経レポートって言って政府の機密文書。誰が書いたかはまあ秘密ってことにしておきましょうか。なんか不審そうって私が？まあそうなのよね。内容的にはものすっごくありえそうな内容なんだけど、その割にはよくできすぎてるっていうか、あとあの人が自分に関わる情報がこんな形で残ってるのを見逃すと思う？まあ原本のデータはとっくに消えちゃってるらしいけど、単なる見逃しなのか何か意図のある置き手紙なのか、考えるだけ無駄かしらね。それにしても本当に厄介な相手に目をつけられちゃったわね。私から言えるのは強く生きなさいってことくらいだわ。と、そろそろ時間ね。それじゃ頑張りなさい。バイバーイ。おや、やっと目覚めましたか。あれしきの衝撃波で気を失うとは、まだまだ鍛え方が足りなかったようですね。さて、これで分身たちは回収し終えました。作戦完了です。二人ともよくやりました。は、ありがたきお言葉。特にあなた、とても頑張ってくれましたね。餌として。ええ、元より負けるはずもありませんが、私たちだけでは分身たちも警戒して隠れて出てこなかったでしょうから。それに私の分身であればあなたを傷つけることは決してしません。そういう記憶を作ってありますので、分身は元から全て私の手のひらの上です。そうですね。今回のような状況に陥った場合、一番危険なことは何だと思いますか？私の力が他のセブンクラウンズの手に渡ることです。ですので、分身たちにはセブンクラウンズに関する記憶の中でも特にムカつくものを残しています。無論捏造などはしてませんが。さて、では行きましょうか。この城の奥へ。言ったでしょ、この場所の情報を持っていると。何せここは我が居城だったのですから、再構築でこのような場所に流れ着いていたようですね。最深部であれば損傷も少ないでしょう。だからこそ分身たちもこの城を住処としたのかもしれません。この場所の細かい記憶は与えてはいないはずなのに、不思議なものですね。改めてご苦労でしたね。
グレゴールも。あら、そうですか。久しぶりに暴れられて楽しかったと。ならばたまにはこういう機会を作るのも悪くはないですね。とはいえ、また分身を作成した場合にはその運用であなたの負担も増えてしまいますがあなたには本当に苦労をかけますね。いつもありがとう。さすがは私の一番のパートナー。おや、どうしました？そのような顔をして。もしかして羨ましいのですか？そのようなことは決して。まあいいでしょう。あなたはどうですか？このまま私の配下になりませんか？世界は能力のある者によって管理されるべきです。そう、この私のような優秀な存在にあなたがいれば、私の力を今まで以上に効率的に行使してこの世界を余すところなく管理できるでしょう。私が世界を管理し、あなたをサポートすれば、結果としてあなたが助けようとしている人々も助けられる確率は高くなるとは思いませんか？あなたにも理想があるのは重々承知していますが、私ならばその手助けができます。利害も一致していますし、断る理由などないと思いますが。なるほど、さすがはネネカ様。我が主もこうおっしゃっているのだから、ぜひそうしてみてはどうかな。自分のことは決して無能だとは思ってなどいないが、残念ながら私ができることはネネカ様が簡単に処理できるさじを代理でこなすことくらいだ。まあそうですね。しかし君のプリンセスナイトの権能はネネカ様のお力そのものを強化できる。君ならば我が主の破業の真の助けとなれるのだ。これ以上の名誉はないだろう。我ら二人のプリンセスナイトで力を合わせ、我らが主ネネカ様を支える力となろう。まさき、圧が強いですよ。おっと、つい気が流行ってしまいました。申し訳ありません。そこまでにしておきなさい。疲れているでしょうからね。そうせかすことはありませんよ。今はまだ動くべき時ではありませんから。おやグレゴールも楽しみと言っていますね。あなたの本格的な勧誘はまたいずれ。今は心身を休め、英気を養うのです。来るべき時のために。はい、我が主。本当に厄介な相手に目をつけられちゃったわね。